い、こんにちは。今日は、大学生、イケメン大学生の大和さんと、友達の、フォトグラファーのマックスと一緒に大和さんの、春休みの一日の生活に密着していきます。ジムと料理と、バイト先にもお邪魔しようと思います。それでは、レッツゴー。何歳ですか？21歳です。英語わかりますか？微妙にちょっとだけありと。How long have you been going to the gym? 1 year。1 year. はい。You already have big shoulders. Thank you。そうそう、今日はどこのトレーニングですか？今日は背中です。背中。背中は一番好きなところです。週に何回ぐらいトレーニングしますか？4ぐらいです。4個すごい。4分割してて体をそう別の部位を4分回してます。1セット何回ですか？10を目標に1セット目やって、そこからちょっとずつ落ちていくんですけど、回数はそういう感じです。あ、そうなんですね。でいつもスマホで日記にトレーニングの内容をメモしててっていうのを1年ぐらい続けてます。マックスさんが質問があるそうです。はい。What have you changed in your alimentation? 1年前に筋トレを始めて食生活で変わったことはありますか？やっぱりタンパク質を意識するようになりましたね。体重はずっと増やしたいって思ってるんで、とにかくカロリーを取るのと、あとはそのタンパク質を多めに取るっていう感じです。なるほど。なんかよく変えてますね。これは何してるんですか？重さ調整ですか？アップしないと怪我するんで、急に重たいの持ったらどんどん重量を増やしていくんですね。今何キロですか？110です。110。チャンピオンベルトみたいなのが登場しましたけど。これ腰を守るためですかね。それは何ですか？これ EAA。はい。どんな効果が？アミノ酸が入ってて、プロテインってよく聞くと思うんですけど、プロテインを一回胃の中でアミノ酸に分解したら吸収できるんですけど、トレーニング中は分解できないんで、そのアミノ酸の状態のサプリを入れてる。すごいこだわってるんですね。What is your goal? Is it a competition? Is it for aesthetics? Is it for girls? 最初はやっぱりかっこよくなりたいみたいな感じだったんですけど、来年大会出ることに決めまして、大会に向けて筋トレを頑張ってます。そうなんですね。すいません、大和さん、ぶっちゃけモテますか？どう思います？モテるでしょ。2キログラム2キロです。大和さんはジムでトレーナーをしています。教えるのがとても上手です。大和さん、次は何のトレーニングですか？次はラットプルダウンという。ラットプルダウン。ラットプルダウンだそうです。これはここで調整するんですね。はい。今67.5キロです。みんなで大和さんの家まで歩きます。はい、今大和さんのアパートに来ています。で、今から
何をしますか？プロテインを飲みます。作ってこれは何ですか？これは、はい、ホエイプロテイン、海外のやつなんですけど、中身は普通に違うの使ってて、結構有名なマイプロテインっていう。マイプロテイン、抹茶味？抹茶味です今。これでもまた中身とは違います。中身と違います。1日何杯プロテイン飲みますか？最低で3。そんなに？朝と夜と、でも、今日筋トレ前にも1杯飲んで、筋トレ後にも今飲んでるんで、4になりますね。結構飲みますね。体重増えないんですよね、僕。増やしたいんですよね。増やしたいんですけど、全然増えなくて。今って身長って何センチですか？178です。高いですよね。ありがとうございます。体重って聞いてもいいですか？体重は72。72。そう。遅いんですか、それって？軽い方ですか？普通よりちょっと重いぐらいだと思うんですけど、筋トレ始める前は65とかでしたね。じゃあかなり増えたんですね。はい。これからも増やしていきたいですか？はい、80キロは。80キロ？一旦欲しいですね。すごい。好きな YouTuber とかいるんですか？筋トレの相澤隼人っていう選手がいて、ボディビルダーの方と横川直隆みたいな。じゃあ日本人の選手ですか？その大会に出てる選手っていう感じです。ボディビルダーの選手。そうです。海外の人も知ってる人は結構いますけど、ドリアン・イエーツとか。知らない。アーノルド・シュワルツェネッガー。アーノルド・シュワルツェネッガー。日本語でシュワちゃんですよね。シュワちゃん。みんな知ってますね。その筋トレの情報とかってどこで集めてるんですか？もう結構好きなものっていろんなところから勝手に入ってくるものだと思うんですけど、結構 YouTube とか一緒に筋トレしてる友達とかが多いですかね。筋トレ友達とかジム友達ってどっちが一般的に使う言葉？筋トレ友達。筋トレ友達。面白い、可愛い組み合わせですね。筋トレ友達。一緒に筋トレすることをゴートレって言うんですよ。ゴートレ。合同トレーニング、略してゴートレっていう。なるほど。ゴートレ。みんなでゴートレしようみたいな。ゴートレゴーとか。ゴートレゴーは絶対言わないですね。ダサいな、ごめんなさい。結構その食生活気をつけてると思うんですけど、お酒とかって飲みます？お酒は結構気にせず飲んでます。飲んでるんですか？どんなの飲みますか？好きなのはやっぱり1杯目がビールで、そこからハイボールって感じですね。じゃあ好きな、ビールの銘柄は何ですか？あんまり気にしないんですけど、プレモルとかですね。プレモル。そっか、じゃあ結構気にせず飲むんですね。はい、全然気にしないですね。飲み会とかありますか？飲み会あります。そうですね。週に何回ぐらい？多い時は3とか4とか。家で飲みますか？いや、結構居酒屋に行きます。お金持ちですね。いや、でもない時は全然ないんで。そう、シーズンによりますよね、やっぱり。すごい。なんか大学生だと宅飲みって言うんですけど、家で飲むことを宅飲みって言うんですけど、宅飲みが多いのかと思ってました。宅飲みはあんまりしないですね。どうしてですか？結構準備がめんどくさい。準備がめんどくさい。その周りの大学生はみんなそうですか？結構そうだと思いますよ。居酒屋に行くんですか？はい。どんな居酒屋ですか？でも結構学生向けの、こう学生がいっぱい住んでいる街なんで、学生向けの安い居酒屋がいっぱいあります。今日も忙しいスケジュールの中、撮影に協力してもらったんですけど、勉強もしてますか？勉強は今春休みなので、あんまりしてなくて、はい、そうですね。学校ある時はやってますけど。何学部でしたっけ？工学部です。工学部。エンジニア系っていう感じです。エネルギー関係でしたっけ？じゃあ普通の学校がある時は何時間ぐらい勉強してるんですか？でも3時間とかですかね。学校以外で？それはどうだろう。学校1時間とか。1時間。すごい。どこで勉強しますか？家は結構僕できないタイプなので、図書館とか、学校の教室とかですね。そうなんですね。春休みはもうバイトに集中みたいな感じですか？でお金を稼いで旅行して、
で学校が始まるとまた頑張るみたいな。そうです。ちなみに日本の春休みっていつからいつぐらいですか？大学生はだいたい2月に入ったタイミングぐらいでみんな春休みに入って、で4月からまた学校なので、2ヶ月ぐらいありますね。じゃあその間ねバイトをたくさんするんですね。いっぱいお金稼ぎます。で今度ね九州に行くって言ってましたもんね。はい、そうです。あとフランスにも行く。そうですね。やっぱり旅行と服を買うのが好きなんで、やっぱりお金はいくらあっても足りないですね。ですね。はい。じゃあこれから料理しましょうか。そうですね。はい。昨日フランスから日本に来ました。写真家です。By my own icons. マカロン。今日は何を作りますか？今日はオムライスを作ります。もうなんか料理してますね普段から。もうこの感じがもう見て、このもう使いかけの感じがリアルですね。これはエリンギですね。エリンギですね。キノコです。私の出身地香川県からです。そうなんですね。はい、そうなんですよ。手際がいい。手際がいい。で、大和さん左利きですね。左利きですね。この一口コンロで、ごめんなさい。はい、一口しかないんですよ。口コンロでオムライスを作るんですね。はい。ちゃんとラップでね、この使いかけのはラップで。子供の頃から料理好きなんでしたっけ？そうですね。小学生ぐらいからもうお父さんがすごい料理好きで教えてくれてて。で、お父さんが釣りが好きで、釣った魚を料理してくれてたんですか？そうです。もう日課のように。いいですね。出身は富山でした。はい。魚が有名なところです。そうですね。日本海側ですよね。はい。これも冷凍した。これはもも肉ですか？これもも肉です。ちゃんとね、安い時とかに買って冷凍するんですよね。わかります。すごい。これもちゃんと。そうですね。次回の分に分けて。はい。さすがですね。ちょっと凍っている方が切りやすいですね。軽く凍った状態で。さっきプロテインは1日何回も飲むって言ってたんですけど、ご飯は1日何回食べますか？目標は5回にしてて。5回。そのプロテインとかもちょっと含めたりするんですけど、間食も含めて5回ぐらい取れたらいいかなっていう。1回で多く取るのもいいんですけど、ちょっと吸収しにくいんで、そしたらこまめにいっぱい取るっていうのがいいですね。何ですかそれは？コンソメですね。すごい、このラベルまで作ってます。コンソメ。なんかチキンスープストックかな、なんか英語圏だと。ブイヨンかな。ブイヨンですね。ブイヨンかな。でもコンソメとは言わないですよね。そうなんですね。すごくいい匂いがしてきました。ちょっとした味で。塩コショウですね。でコンソメを少し。もう完璧じゃないですか。この料理しながら、その火を使いながら切るっていうのもかなり上級者だと思います。居酒屋で働いてるとね、何品もいっぺんに作ったりするんで、マルチタスクが必要なんですね。慣れてますかね。カメラがあると緊張してますか？でもちょっと緊張してますけど、料理やってると、筋トレとか料理とか、普段やってることやってると、なんかカメラ撮られてるのを忘れてリラックスしてやりますね。得意料理とかってあるんですか？得意料理は結構居酒屋とかラーメン屋で働いてたんで、なんかそういうなんかあんま一人暮らしで作らないようなチャーシューとか。チャーシューチャーシューめっちゃファン増えますよ。ラーメン好きな人多いんで。チャーシュー作れるんですか？低温調理で。あと煮卵も上手って言ってましたよね。卵もめちゃくちゃいい半熟具合で。もう今ケチャップを入れて結構いい香りがしてきました。そうですね。ケチャップ炒めた方が酸味が飛ぶんで美味しくなります。そうなんですね。知らなかったです。なんかちょっとキッチン狭いんですけど、友達と料理したりすることってありますか？料理はあんま友達としないですね。でも作ってあげたりはしますか？はい、します。彼女にも作ってあげるんですか？
そうですね。はい。胃袋掴んでますね。あ、胃袋掴んでる。めっちゃラッキーですね。はい。いい表現ですね。胃袋を掴むって日本語で。確かに。胃袋を掴んでます。今作ってるのは晩ご飯だと思うんですけど、昼ご飯って普段どんなものを食べてますか？結構ご飯と、シンプルに鶏肉をステーキみたいに炒めるっていうのが一番楽で早いんで、が多かったりとか、パスタ茹でたりとか。やっぱ簡単で早くて美味しい。そうですね。で安くてみたいな。ああ、確かに。はい。そうですね。やっぱ鶏肉ってすごい安いし、健康やし美味しいしみたいな。なんか結構鶏肉の胸派ともも派で分かれると思うんですけど。まあやっぱりトレーニングする人やと胸肉がいいと思うんですけど、やっぱり続けることが一番大事なんで、やっぱり胸肉パサパサしてて続かないなって人は、まあ全然もも肉で続ければいいかなって思います。まあ減量するってなるとまた別ですけど、僕は今体重増やしたいんで、じゃあ油をたくさん、はい、全然取ってもいいかなって思ってやってます。だんだんできてきましたね。はい、失礼します。おいしそう。オムライスだから後で卵で包むんですか？そうです。そうですね。包む感じです。乗せるとか。本当に手慣れてますね。見ててわかります。どうですか？美味しいですか？美味しいです。こっち向いてください。美味しいです。今日は私たちがいるので撮影するので綺麗に盛り付けるそうです。いつもは違う。いつもはもうフライパンにそのまま食べるって感じですね。いつもはフライパンをお皿にして食べるそうです。これは何をしてるんですか？後で別の皿にカパってプリンみたいに。ひっくり返すんですね。はい、そうです。今このままフライパンで、このさっき使ったフライパンを使って卵。これ塩をちょっと、塩を入れて。なんかどんな教育受けたらこの完璧な子が育つんですか？いやいやお父さんお母さん厳しかったですか？結構お父さんが厳しくて、でもほんまにそのおかげで今があるっていうのはめちゃくちゃ思うんで、そうですね、結構ボコボコにされながら育ってます。ボコボコにされながら体で教わったんですね。やっぱりありがたみは大人になってから分かりますね。厳しさの、ね、ちゃんと油を回して。すいません、邪魔かもしれない。大丈夫です。このフライパンも結構使ってて、このなんか塗装が剥がれてるところがすごいひっつきやすいんで、そこだけ気をつけたら綺麗なオムライスになるはずなんですよ。さっきの。そうです。おお、丸い。お店みたい、本当に。オムライスって日本以外でもあるんですかね？いやー、ないと思います。その日本料理屋とかではあると思うんですけど。日本の料理なんですね。そうですね。結構これイタリア人とか見たらうえーとかアメリカ人見たらうえーってなるかもしれない。そうなんですね。ケチャップをご飯に混ぜるっていうのは結構そうあなんんですね。まりないかもしれないですね。でも美味しいですよね。めっちゃ美味しいです。さっき言ったように炒めたら酸味が飛ぶから、はい。甘くて美味しいですよね。すごい。これ卵何個使いましたか？これ2個です。ここだけくっつきやすいんで。ここだけ誰か新しいフライパンを買ってあげてください。お願いします。山本さんに新しいフライパンを。おー、すごい綺麗。皆さん見てください。すごい綺麗なオムライスができました。今から何か書くんですか？書いた方がよかったか。でもすごく芸術的です。こんなの、わー、すごい。これは何ですか？胡椒です。胡椒、いいですね。完成です。完成です。感動しますね。手際がいいです。今から食べましょうか。はい。もう早いですね、食べるの。はい、じゃあいただきますわ。そうですね。はい。いただきます。いただきます。美味しいです。美味しいですか？はい。そうなんですよ。昔のがすごい今ハマってて僕は。
家にいる時はだいたいこういうの見てますね。大和さんのバイト先の焼き鳥屋さんまで歩きます。ビル2階炭火焼き石橋一刀流です、着きました。今から焼き鳥を食べに行きます。バイト先は、どんな感じなんでしょうか。働いてる姿も見たいと思います。美味しそうですね。じゃあ行きます。よかった。今何してる感じですか。おしぼりをお客さんに。はい。でも今、はい、僕も出勤したばっかりなんで、お店始める準備をしてます。了解です。なんか大和さんは忙しそうなので先にメニューを決めたいと思います。はい。パイナップルジュース。パイナップルジュース2つください。はい、ありがとうございます。いいですね。おすすめは牛串の辛みだそうです。わかりました。で、もつ鍋もいいらしいですけど、今日はちょっと軽めでいきたいので、もつ鍋はやめておきます。全部日本語なので、私が適当に選んで、注文したいと思います。全部美味しそうです。失礼します。お通しのキャベツとつけだれです。こちらのキャベツの上に串を置かせていただきます。はい。じゃあマックスさんお帰りなさい。はい、乾杯。美味しいですね。じゃあ注文お願いします。はい。ハラミを2本と、はい。椎茸2本、はい。長芋2本。はい。で、ネギマもあるんですね。じゃあ、ネギマも2本お願いします。なんか他に。とかつくねとか。つくねいいですね。つくね食べたい。鉄板で出てきます。じゃあ、つくねの月見でお願いします。あときゅうりとかスピードメニューありますけど。スピードメニュー。キャベツあるから、なんかこの辺美味しいのどれだろう。で、結構マックスお腹減ってないとか小食なんですよ。なので。でもポテサラとか結構通ります。独特なちょっとじゃあポテサラもお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いただきました。いただきます。美味しそう。キャベツ。長芋だ。はい、ハラミお待たせしました。つけだれにつけてお召し上がりください。これはつくね月見です。生卵が乗ってますね。美味しそう。おかわりありがとうございます。一刀流、お店の名前で、なんかナイキかなと思ったら一刀流だったんですね。パクってないですよね。オリジナルですね。先ですね。一刀流。はい、全部美味しかったです。私が好きだったのはハラミかな。マックスさんはつくね、鶏つくねの月見が好きだったみたいです。皆さんもぜひここに来たら試してみてください。はい、大和さんの一日がまだ続くみたいなんですけど、私たちは、これで帰ります。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。送ってくれて。じゃあこれからも頑張ってください。はい、頑張ります。はい、今日はじゃあ一日ありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。お疲れ様です。また来てください。はい。はい、大和さん密着の一日が終わりました。
はい、忙しかそうでしたね。でもいろいろな場面が見れてよかったです。皆さんの大学生活もしくは大学生活と比べて昔の、過去の大学生活と比べてどうでしたか？はい、ぜひコメントで教えてください。じゃあまた次の動画で。バイバーイ。